ちは。これからアクセサリーの紹介をするラテです。それにしても毎日よう雨降るね。みんなも気をつけてや。さて、前回ザネさんは平梅のストラップをしやはったので、今日は平梅のピアスをしやはるらしいで。めっちゃ楽しみやわ。こんにちは。早速始めましょう。今日は夏らしくターコイズ、ピンク、そして白に銀糸入り。ちょっとキラキラ光る水引ですが、この3本で平梅のピアスを作っていこうと思います。出来上がり、片方は最初に作っておきました。こんな感じのができます。かなり細かい作業になりますので、ちょっと見づらいかもしれませんが、皆さんもご自身でピアスを作れると楽しいと思いますので、やってみます。まずはアワビ結びからです。3本しっかりきれいに揃えていきます。そして真ん中で輪を作りますね。1本の細い紐だと思わずに、これがリボンだと思ってクロスしないように、順番が変わらないように先を揃えて通していきます。そして内側から引っ張っていきます。ピンクが内側で、ターコイズが外側です。だんだん小さくしていきます。アワビ結びができました。そしたら左側をセンターの四角のところに入れていきます。今作った輪のところに右側を入れていきます。ワイヤーで留めます。
ワイヤーの先を引っかからないように内側によいしょ折り込みますね。で先を5ミリぐらいに切り落とします。ここまでは前回と同じですが、今日はこれからピアスを作りますので、用意していただく道具が増えます。平梅の下にビーズもつけてみようと思いますので、それを通す T ピンですね。それとT ピンを切るこんなニッパー、そして T ピンを曲げる丸やっとこで、それぞれをつなぐ丸カン、2つで、丸カンを固定するラジオペンチ2つ、そして、最後にピアスの金具が必要になります。ビーズは水引きと同じグリーン系、ピンク系、で、あと白を用意してみました。で、ここに輪を作りますので、7、8ミリほど残して切っていきます。ですね。で、これをしっかり曲げます。で、曲げます。で、この丸やっとこで輪を作っていきます。細かいですね。こんな感じで輪を作りますね。はい、そして平梅とこのビーズをつなげますので、丸カンを、開いていきます。開いた丸カンに平梅とこのビーズを
閉じます。こんな感じになります。で、あとは、ピアスの金具をつけていきますので、もう一つの丸カンを開きます。で、平埋めとピアスの金具を入れて閉じます。丸カンを閉じます。はい、平埋めのピアスビーズ付き。